長編の最新作「ビタール」なんですが、ビタールまで自分の映画のテーマって大体ずっと同じで、都市とそこに生きてる人間の関わりっていうのをテーマにしてきたんですけど、でそのテーマがだんだん少しずつ移行していって、そのビタールではその人間の意識と肉体の関わりみたいなことをテーマにして、その意識っていうのが非常に曖昧模糊としたものであるというような印象があって、その曖昧さをこうテーマに描きたかったんです。その同じテーマで実を言うとビタールに至るまでに3つのプロットを考えてまして、これも実はもう15年ぐらいにわたって3つプロットを考えていて、でこのヘイズっていうのは実はそのうちの1個なんです。鉄道が終わってからやっぱりずっと考えてたんで、このビタールに至るまでのテーマ、つまり人間の意識の不確かさと、でもその中にある確かなものを見つけましょうみたいなテーマなんですけど、この映画はビタール以外に考えた3つのうちの真ん中ぐらいに位置するんで、自分の作った映画でいうと東京フィストあたり、鉄道よりちょっと後で東京フィストよりちょい前あたりかなぐらいに位置するもんですから、割とこうその頃のアイデアなんで、ちょっとこう鉄道乗りというか東京フィスト乗りというかに戻ったような感じなんですけど。やっぱり絵が最初に浮かんでてずっとやりたかったんで、一応言うとこの映画のトップシーンでこういう人の形ぴったりのコンクリートがあるんですけど、これがもう前からやりたくて、でも本当に言ってみればその都市の閉塞感とかそういうものを一番シンボライズした形なんで、つまり今までのテーマを一番こうシンプルで強くて明瞭な形にこう贅肉を削ぎ落として撮った映画っていうふうに言えるかなと思うんですけど、ずっとそのやりたかった絵があって、この全く体の動くことが動かすことができないぐらいの狭い空間にいるっていうことで、あるのはもう自分の意識ばっかりですので、あとは肉体の痛みですけど、そこでなんか意識っていうもののが浮き彫りに、テーマが浮き彫りにできるんじゃないかなってもともと自分兵所恐怖症なんで、兵所恐怖症がこんな映画作るかって感じなんですけど、兵所恐怖症だからこんな映画作るんですけど、一番怖いのイメージって昔「大脱走」って映画でチャールズ・ブロンソンが狭い通路からこう脱走するんですけど、あの中で前にも後ろにも行けなくなっちゃったシーンがすごく怖くて、もしかしたらこの今のレイズ作るアイデアってそういうとこからも来てるかなってありますね。大脱走面白くてチャールズ・ブロンソンも大好きだったんで、ああいうシーンを自分もやってみたいってどっかで思ったのかもしれないですね。怖くて嫌だったっていう記憶とともにやってみたいっていう感じがあるのかもしれないですけど。チョンジュフィルムフェスティバルという韓国のフィルムフェスティバルでインディペンデントなフィルムに注目していて、特にデジタルの表現に注目しているその映画祭がありまして、その映画祭で三人三色っていう企画がありまして、韓国と日本と僕の時はタイの3人の監督がそれぞれ短編の映画を作って、それでその3つを一緒に公開する、でそれはデジタルビデオで作るっていうのがありまして、その企画を与えられたのが直接のきっかけです。やはりヘイズと同じタイトルなんですけど、その企画では30分の映画、25分の映画を作りました。今回ロカルノで上映した映画はそれの49分バージョン、長いバージョンにあたります。ですから映画の作り方としては49バージョンを49分のロングバージョンを作って、それを短く24分にしたのをジョンジュの三人三色で49バージョンを会場シアターとしていろんなところにこうアピールしていくような感じで作ったものです。今回は初めてというかデジタルビデオで撮って、で最後までデジタルビデオで編集して仕上げて、でデジタルビデオで
公開っていうのをやった最初の形なんで、このデジタルビデオっていうのは非常に実はフィルムに比べると簡単に企画を練れて、で簡単に作れて、簡単に公開できる、コストも非常に安くできるということで、デジタルビデオの表現があったからこそビタール以外のこの企画にも埋もれてしまうかもしれなかった企画にもスポットを当てることができて、で生まれることができたっていうことなんですけど、もしフィルムだけしか世の中になかったとした場合、鉄道からだんだん作っていって東京フィスとバレットバレーに至って、それで6月の蛇っていうだんだんこう都市と肉体のテーマがこう肉体そのものに向かって、でビタールでその肉体の内部に目線を向けて、肉体の内部に目線を向けたら今まで都市ばっかりに自分がいたんですけど、肉体の内部に目を向けてグーってこう向けることでスポンとなんか大自然の中に飛び込んだような気がしたんですね。肉体というのがその都市の中で唯一の自然のものなんで、その中にカメラがぐーっとこう目線が入って、その中を突き抜けると大自然に行ったような気がしたんで、もしフィルムでこう一本一本をこう厳選して作っていくとしたら、次の映画のテーマっていうのはなんか自然のものを背景にしていくような感じがしたんですけど、で自然のものでしばらく相当映画を作ったらまたいつか都市に戻っていきたいと思ったんですが、まだちょっと自然の方の世界に自分はあまり深く関わってないもんですから、本当に東京にばっかりいたもんで、ですから自然のテーマの映画はまたもうちょっと時間を置かないと作れないなっていうのがあって、そんな時にちょうどデジタルの表現っていう新しいこう表現を発見したもんですから、ちょっと今まで置き去りにしてきた企画をでどうしてもやりたかったものをこうすくい上げてこう見せていくようなのをもうちょっとやってから、その大きな自然のテーマにこう移っていきたいなっていうのがあって、今はその置き去りにしてきた映画、例えばビタールでしたらそこに至るまでの3本の映画全部そのデジタルの表現で作ってみたいなっていうふうに思ってます。それほどデジタルの今メディアというのにちょっと興味がいってますね。自分の映画はあくまでフィルムで、そしてまた何ていうんですかね、絵を一枚一枚こうよく作り込んで作るような映画を鉄道から作ってるんですけど、一方でビデオの表現、つまりフィルムみたいにある何分でフィルムが切れちゃうっていうんじゃなくて、ビデオって50分とか1時間なりずっと長回しで撮ってられますんで、そしてカメラも非常に軽くて、カメラ音がするんですけどそういう音もしなくて、つまりカメラの存在感が非常にちっちゃくて薄いっていうことから、役者さんがあまりカメラを意識しないでできるような演技の映画っていうのをいつかずっと作ってみたいなと思ってたんですね。僕が今まで作ってきた映画はどっちかというとそういう映画よりは絵をかっちり固めて照明とかいろいろこうやってこう固めて作る映画ですけど、もっとラフで役者さんのとにかく整理ばっかりに注目したような映画を作りたいってずっと思ってて、そういうものをやりたいと思ってたんですけど、それが一つの可能性なんですけど、つまり役者さんの整理に自由にカメラがついていくような映画で、もう一個はそれとは別にいわゆる映画なんですけど、映画のような映画をより簡単な方法でできる可能性、最近特にその自分が感じてるのはその後者の方のいわゆる映画なんですけどビデオの表現でその映画のよりができるっていう可能性もあって、でその2つ興味あるんですけど、今度のヘイズではその後者の方に注目してやってみたんですけど。役者の整理に合わせたような映画っていうのはもうビデオさえはできたね、ずっと昔からできたんですけど、その後者のような映画なんだけどビデオでそれをできちゃうっていうのはやっぱり最近のそのデジタルビデオの進歩っていうか、すごくこう進んできてちょうどチャンスになってきたっていうことだと思うんですね。ヘイズの前にもEメールっていう企画で僕それは短編なんですけど、女性をエロチスモをテーマにした5人の監督の映画なんですけど、その「フィメール」って映画で僕「玉虫」っていうやつはあれはハイビジョンで実は撮ったんでやっぱりビデオなんですけど、そのクオリティは結構かなり良かったもんですから、ただ時はカメラも結構大きくって普通の映画のカメラと同じぐらいでしたし、照明もものすごくこう当てて撮ったんですけど、それとの違いは今度はあくまでももうちっちゃいカメラで、つまり狭いところに閉じ込められた男なんですけど、これフィルムで撮ったら35ミリ大きくてとてもその隙間には入れませんし、やるとしたらかえって大掛かりな装置になっちゃうんですけど、そのちっちゃいカメラで、それでライトもすごく少してで少人数で撮れたっていうのは、あくまでもこういう狭いシチュエーションでの映画は
まさにこういうちっちゃいカメラじゃなきゃできませんでしたし、で企画そのものも埋もれちゃうかもしれないことにスポット当てられることができたのは、この簡単なモチベーションですぐ映画化できるっていうことだったんですけどね。準備がものすごく時間かかって、撮影もいわゆる長編の映画ですけど4ヶ月ぐらいかかる時もあれば、すごく素早く進んでも2ヶ月ぐらいは最低かかるんですけど、今度は準備がすごく早かったですね。まあそうは言っても美術を狭い部屋を空間を作り込むのでスタッフ一生懸命頑張ってくれたんですけど、まあでもすごく少ないスタッフで、まあ撮影はそれでも13日かかってますから、結構丁寧には撮ってると思うんですけど、この尺で13日と言いますと、ただまあ相当凝って撮ったんで、撮り直しなんかも十分にやっての13日です、まあ、いつもの自分の映画と比べると相当短い感じでできた。まあ照明は非常にちっちゃい照明で済むんで、その撮れる状況になるまでが非常に早く決まるということがあったんでよかったんですけど、撮影が終わって編集はでもやっぱりかかりますね。でもまあビタールからファイナルカットプロというんで、それまで僕ずっと8ミリ時代からずっとカンナフィルムで手回しで編集したんですけど、ファイナルカットプロでやったので短い期間で編集できるようになりましたけど、でもまあ1ヶ月はかかりましたね、編集に関しては。ただ良かったのは、まあ、ミックスダウンをして、ただ1ヶ月じゃちょっと編集足んないなと思いながらミックスダウンにどうしてもしなきゃいけない期間が来ちゃったんで、でもこのビデオの表現でいいのは、まあ、ミックスダウンしてからさらにまた完璧なところまでこう作り直すことが自分の事務所でファイナルカット上でできちゃうっていうところが良かったですね。私を元の場所に戻りたいっていう気持ちにさせるためよ。元の場所。何なんだそいつ。全然わかんねえよ。手回しのフィルム編集からそのノンリニアにすることによって表現方法まで何か変わるかっていうと、実は言うと変わらないっていうのがかえって僕にとってはいいことで、フィルム編集の考え方と非常に近い考え方で編集ができるというのがノンリニア編集のいいところで、ビデオの編集とは全然違う原理で、むしろフィルムの考え方に近くてフィルムのように時間がかからないっていう感じなんで、まあ僕にとってはいいことばっかりで悪いことはあんまりなくて、さらにいいことにはもうとにかく時間が短縮できるということで、フィルムで編集してると次のフィルムここ出してって言ってから出るまでにやっぱり結構時間かかっちゃいますし、たまになかなかなかったりとかなくしちゃったりとか、あとフィルムで切ってるとコマを落としたりして見つからなくなっちゃったりとかして、テープで切ったり貼ったりするんですけど、そのテープと一緒にこういうところにこうくっついてちゃったりして、それをずっと見つからなくて進まなかったりするんですけど、まあ、ファイナルカットですとそういうこともなく、どんどん編集ができるんで。ずっとやりたいなと思って取ってあったアイデアなんで、そういうものに関しては自分で出るっていうことで、ましていいのは非常にシンプルで少ない人数で撮ってる映画で、自分って割とこう最近他の現場でも呼んでいただくことも多くて、割と重宝がられてるんですけど、まあ結構重宝な役者がタダでというか自分の好きなようにスケジュールの心配もなく使えるんで、割と便利な役者っていう位置づけが最近自分の中にはありますね。自分自身の役者というポジションが。割とちょっと大変は大変だったんですけど、よくこの映画見た後の人にこういう鉄パイプをこう口でくわえて「あそこ歯大丈夫だった?」とか聞かれるんですけど、まああの辺は実は大丈夫なんですけど、5年ぐらい前からちょっと腰痛持ちになっちゃったんで、腰痛持ちっていうのは腰痛を持ってる人は知ってるんですけど、こういう前傾姿勢が非常にダメで、ですからああいうパイプを加えてどうのこうのっていうより、意外に、ね、何気なく見えるこういう狭いところをこういうくの字姿勢で後ろ向きに張っていくと、あれがもしかしてぎっくりになってビクッていっちゃうんじゃないかっていう非常に危機感とともにやっていたりして、で時期ちょうど腰がちょっと痛くなっちゃって、藤井さんが現場に来てくださった時なんかも実を言うと僕ぎっく
作りでかなり腰がちょっと痛かったんですけど、痛いとこ見せるのも悪いんでちょっと無理していたんですけど、実はもうあの時結構腰かなりきちゃってて、普通に立つこともできないぐらいな感じの状況でだましだまし撮影してたんで、そっちがきつかったですね。あとはですね、水の中のやつの最後の方で水の中からガポッとわずかな隙間のところに息を吸って出てくるシーンがあるんですけど、あれが人間の形上どう考えても一回出てくるまで鼻の中に水が入るんで、本当につらかったっていうのはあのシーンが一番だったと思いますね。ちょうど映画でいうとクランクアップの最後のカットだったような気もするんですけど、あれきつかったですね。10年前はメインの方のコンペで、今度はビデオの映画なんでビデオのコンペで、そこが決定的に違うんですけど、10年前やった時は東京フィストをやってものすごい大勢のお客さんがいたんですけど、映画が終わった後に半分ぐらいのお客がえらい熱狂してて、半分の人はブーイングで、なんか映画館全体がえらい騒ぎになっちゃってたっていう。で僕実を言うとブーイングっていうのはその時は最初で最後だったもんですから、ブーイングっていうのはどういうのか知んなくて、うーっていうのはお客さんが喜んでくれてるのかと思ってたんですけど、横にいるスタッフが「いやこれブーイングですよ」って言うんで、その全体がもしブーイングなのかと思ってがっくり来てたんですけど、後で聞いたら半分ブーイングで半分熱狂で、非常にかえってこの映画にとっていいんじゃないかっていうことを言われて、僕もそうだなと思って賛否両論の方が常にいいやと思って、常にってことはないんですけど、東京ビストみたいな映画に関してはいいやと思ってたんで、かえっていいリアクションだったと思うんですけど、で今度の映画に関してはちょっと僕もどんなリアクションになるかちょっと想像つかなかったんですね。非常に昔の鉄夫のような雰囲気のところにストロングな雰囲気に戻ってますし、といって自分としては映画全体が説明的でもありませんし、お客さんがどこまで分かるかっていうこともあるし、あまり抽象的な映画になるのもなんなんで、やっぱりある程度説明しなきゃいけないのかなとか、でもどのぐらい説明しようっていうことが最近の自分の悩みだったんで、その割には割と感覚的に了解してもらうタイプの映画なもんですからどうだろうと思ったんですけど、2回上映したんですけど、1回は自分たちが現場に参加してる上映で、1回は自分たちが参加してないことになってる、実は見てたんですけど誰も自分たちがいることを知らない上映だったんですけど、1回目の上映で終わった後に質疑応答したんですけど、質疑応答で見るとみんな非常に疲れてる顔しててどうかななんて思ってたんですけど、質疑応答でそこまで残ることもないらしいんで、みんな熱心に残ってはくださってたんですけど、嬉しかったのはどっちかというと2回目の上映で、朝の上映で他の映画の場合僕もちょっと行ったんですけど、お客さんも来てなかったりするんで、僕の映画も来ないかなと思ったら結構来てくださってて、ほとんどお客さんで埋まってて、で終わったら自分たちがいるの知らないのにまた拍手がすごく終わった後あったんで、もしかしたら感覚的に随分分かっていただいたのかなっていうんで、またビタールと違う表現でのあるこのテーマのやり方としてはこのやり方もありなんかなっていうんで、僕としてはちょっといい結果を得られたなっていう満足を今回は感じているっていう感じですね。今後の展望は先ほど言ったような大きな流れのうねりの中では自然の背景にした映画からだんだん移っていくようなことがあるんですけど、今しばらくはもうちょっと都市と肉体ももう随分長くやっているんですけど、ちょっと置き去りにしてきた企画がいくつかあるんで、これを割と速いペースでできたらやっぱりビデオの表現っていうんでちょっとスピードアップも図れてるんで、速いペースでどんどん映画をまず作ってしまいたいなっていうのはありますね。であとは具体的にはいただいた話も結構あって、ホラー映画の企画であったりとか、自分らとしてはいよいよ鉄夫のアメリカっていうのを作ってみたいなと思ったりとか今しているような